き、その後我々の間で議論するというものでございます。お忙しい中、この慶應義塾の方にお借りなさい。河野太郎大臣はですね、中等部から慶應義塾で学び、慶應義塾高等学校に進み、さらに慶應義塾大学に進学した後、交換留学においてジョージタウン大学に進まれ、結果的にはジョージタウン大学を卒業されたということでございますが、その後特選塾員として、またさまざまな場面に局面において慶應義塾のイベントに登壇いただき、またさまざまなアドバイスをいただいているところであります。特に政治家としては未来志向ということが私たちにとって一番力強いことでございます。高齢化が進む成熟社会という日本の中において、特に若者の将来を預かる私の立場としては、これからの日本をどうしていくべきなのか、どのように50年、100年と世界に誇る主権国家を作っていくのか、そして平和でしかも暮らしやすい国を作っていくのか、これについては塾生たちと大いに語り合っているところでございますが、そのようなことにも積極的にこうして発言して、また、実際に政策の方に反映してくださろうとしているのが河野太郎さんだということだと思っております。ということで、まず河野さんよろしくお願いいたします。皆様こんにちは。ご紹介をいただきました河野太郎でございます。どうぞよろしくお願いをいたします。今塾長からお話をいただきました通り、私は実は中等部、10校から参りました。中等部の29回生になります。今日も何人か中等部の OB の先輩にお目にかかりましたが、中等部の29回生、それから10校に参りまして、大学に来たんですけども、4月に入ってほぼ6月には退学をしておりました。2ヶ月ぐらいしか大学には来ておりませんでしたので、なんとなくこの連合見た会っていうのは、よく考えたら今日来るのが人生初めてかなという気がしております。何年か前に、7年前に卒業30周年で、連合見た会を担当する、そういう年がありました。私の代の仲間が何人かこの連合見た会を担当する、女子校のチアリーダーにいた姉御が連合見た会担当だからお前も手伝えとこう言われて、いいのかなと思いながら準備会に、顔など出しておりました。ちょうど日吉の駅を降りて坂を上がってくるところの交通整理というのが私の担当でございまして、分かりましたと言って場所の確認などをやっておりましたら、連合見た会開催の前日に国家公安委員長に指名をされまして、SP さんと神奈川県警の警備の皆さんと一緒に、日吉の駅に立つと交通整理どころか交通の邪魔だからお前来るなと言われて、人生最初の連合見た会に来るチャンスを失いまして、今日が初めて、連合見た会に来ることになりました。どうぞよろしくお願いいたします。慶応の内部進学者はこう振り返ってみると、あれですね、よく化石で、アンモナイトが出たり三葉虫が出たりというと、アンモナイトが出たのは大体何年頃とか、三葉虫の化石が出た地層は何年頃の地層だというのが分かる、示準化石と言いましたか。内部進学者も中等部の29回生ですと言ってもなんだかよく分かりませんが、バイオリンの千住真理子の代ですというと、ああそうか、じゃあ俺のいくつ上だ、いくつ下だ、そういうのを分かっていただけると思いますが、
千住真理子さん、中東部時代にピアノの中村弘子さん以来、中学生で、日本一ということになった。それが同級生の自慢でありまして、何かあると千住真理子の代ですとこう申し上げられるというのはありがたいなと思ってますし、実は今日いろいろ5月に最初にお話をいただいて、そこから何回か打ち合わせをさせていただいたんですけども、その打ち合わせに参加をしてくれた小谷君という同級生は中東部の入学式で河野小谷隣同士に、並んでた、そこから今日までずっとお付き合いをさせていただいておりますが、入学式の時に歌った塾歌が私はあんまり音程がいい方じゃないんで、お前は音痴だっていうのをずっとその頃から言われ続けている、そんな中でございます。で、私は神奈川県の平塚市というところで出身のものですから、平塚っていうのは箱根駅伝が正月の2日3日、毎年通ります。私のおじいさんは早稲田で、駅伝をやって箱根駅伝の第1回を走った。私の親父は早稲田の競走部のマネージャーで、当時は自衛隊が運転してたんじゃないかと思いますが、ジープの後ろに中村清監督と一緒に乗って都の西北を歌いながら、ずっと東海道を走ってた、そういう家系なものですから、私も、箱根駅伝に出たいと思って中東部の時からずっと競走部で長距離をやっておりました。ところが大学入って慶応の10人のメンバーには入れるかもしれないけども、そもそも慶応が15校には、あの頃は15校でしたから、慶応がそもそも15校の枠に入らないよねっていうのに気づいて、じゃあやめようというんで大学を辞めて留学をいたしました。当初の私の個人的な計画はアメリカに行って、1年高校に入れてもらって、そこで入試を受けて大学に入れればそのままアメリカに行く、ダメだったら戻ってきて慶応に戻るっていうパラシュート付きで行こうと思ってたんですけども、私の親父からいや行くならやめてけ、そんなパラシュートを持ってなんとかなんていういい加減な根性ではどうせ通らないから、行くなら退路を立っていけと言われて、パラシュートなしで飛び出すということになって、おかげさまでジョージタウン大学に拾ってもらってアメリカの大学を卒業して、戻ってくるということになりましたが、ちょうど私が大学3年生の時、箱根駅伝の確か60回記念大会出場枠が5校広がりまして、慶応がその広がった5校の5番目で箱根駅伝に出場をした。だから私の同期5人その60回記念大会で箱根を走ってますから、残ってたらひょっとしたら私も6人目で走れたかなっていう気はしてますが、それはしょうがないよね。昨日箱根駅伝の予選会がございました。上位10校は箱根駅伝本戦に出られるという予選会で、慶応は26番でございましたので、まだまだ遠いな、タイムを見るとあと1人当たり2分縮めないと出れないという、そういうことですので、競走部少し頑張ってもらいたいというふうに思っております。今日は三田会の事務局の皆さんから、まずこの未来へつなげることということで話をしてくれとこう言われました。未来へつなげること、なんだろうな、いろんなことを考えているうちに、あの頃は自民党の広報本部長という感じだったんですが、その後デジタル大臣ということになりましたので、少しデジタルにも引っ掛けなきゃいかんなとかいろんなことを考えておりました。
私が外務大臣の時に、外務大臣同士でインフォーマルに夕飯を食べるという会合が何回かありました。でその時に誰が言い出したんだか、気候変動で海面が上がっていくと、太平洋の島しょ国の中にはこの国が沈んでしまうところがある。ツバルとかいくつかもう海面ギリギリ、これが気候変動で氷が溶けて水面が上がると国全体が水面下でなくなってしまう。でそうなったらどうするのか。そうなったらやっぱりどっか国土に余裕のある国が場所を提供して移ってきてもらうしかないよね。そんな話をしておりましたが、その太平洋の島国が例えばサハラ砂漠を緑化して、サハラ砂漠を緑にしてそこへ引っ越してくるとか、アメリカの中西部のどっか一区画をもらってそこへ移って、これは何国だ、それは何国って言えるんだろうかっていう話をしてました。仮に島しょ国のどっかがその大きな大陸のど真ん中が空いてるからど真ん中にどうぞと言われて、島国の人がそこへ移った時に、その今まで持ってた島国の文化というものを大陸のど真ん中で維持することなんかできるんだろうか。そうするとそれはその国が場所が変わって継続したと言えるんだろうかっていうような議論になった時に、よせばいいのにそこにいた誰かが、そういえば太郎、日本もなんか日本沈没っていう映画があったよね。日本が沈没して、あの映画が最後日本人がいろんなところへ移っていくという話でしたが、日本が沈没して日本人がじゃあ例えばどっか別のところへ移ったらそれは日本なんだろうかっていう、よせばいいのにそういうことを言ったのがありました。でその時に私が申し上げたのは、いやいや、それは別にこの島国はありがたいし、この4つの島とたくさんの、島々で成り立っているのが日本だけども、もし、本当に日本沈没になって日本がどっかよそへ移らなきゃいけなくなった時に何をもって日本と言えるのか、それは2つだってその時私申し上げました。一つは日本がどっかに移ってもやっぱり天皇陛下がいる。で、天皇陛下をシンボルにして、そこに日本人が集まってるっていうのが一つ。それからもう一つは、その場所は変わっちゃうかもしれないけども、そこに日本人が集まっていて、みんなが日本語で生活をしてる。だから天皇陛下が象徴としていらっしゃって、みんなが日本語で喋っていれば、多分日本が沈没しても日本人どこ行ってもそれは日本という国なんだと、それかなりはっきり言えるんじゃないっていうような話をして、誰だったかおおっていう感じのことを言っていました。だからこの未来へつなげていかなきゃいけないもの、未来へつなげていくものっていう話をするときに、やっぱり私たちは先輩からいろんなものを受け継いできた。それをやっぱりしっかりと次の世代に受け継いでいかなければいけないんだろうと思います。その中の一つが、ついこの間私の地元で3年ぶりにみこしを出すっていうお祭りがありました。最初は台風でお祭りが中止になった。で、その後コロナでみこしが出さなかった。で、ずっとみこし置いたままで、総代の方が、いや、河野さん、このままずっとみこしを置いたままで何にもやらないと、みこしっていうのはそこに置いてあるものになっちゃう。将来子供たち孫たちの世代が、いや、なんか昔じいさんの代はあの重いものを肩で担いで練り歩いたらしいよみたいなことになっちゃったらやばいよね。だから少しでもとにかくみこしを担いで宮出しと宮入りだけでもやる。で、あとはトラックに乗せてでも街中を回るんだ。
そういうことをおっしゃっていました。確かに昔はみこしを担いで町内ずっと練り歩いたのがだんだん若い人がいなくなって、全部を練り歩くことができなくなったんで、トラックに乗せて一部分割愛してますっていうところは結構出てきましたが、それでもみんな頑張ってそれなりのところはみんなでみこしを担いでいこうよ、そういうお祭りのようなもの、あるいはいろんな地域に日本には方言があります。この間参議院選挙で青森県に応援に行きましたけど、結構方言分からなかったりしますよね。結構年配の方に話しかけられて、っていう感じで、なんかフランス語かドイツ語で喋られてるような感覚で、ちょっと分かんないなと思って横の人を向いたら通訳をしてくれた、そんなこともありましたが、そういう地域で話をしている方言のようなものっていうのも標準語にしちゃえばいいやっていうことにはこれはならない。やっぱりその地域と結びついている方言をどうやって守っていくかっていうこともこれからとても大事なことになるのだと思います。その他に地名というのがあります。我々中東部生は砂町のグラウンドというところで体育の授業をやったり、あるいは放課後の部活をやりました。もともと三田綱町と言ってたわけですけども、今住所の表示では、三田の2丁目ですかね、綱町という住所表記はなくなってしまったんだと思います。綱町というとなんとなくあの辺っていうのが分かりますけども、三田2丁目と言われてもどこのことっていう感じが私はしてしまいます。六本木の5丁目と言われてもどこだろうと思いますが、鳥居坂と言われりゃ鳥居坂ね、赤坂のため池もため池と言われればあの辺だし、見つけと言われりゃこっちだけども、赤坂の1丁目2丁目と言われるとどこだかよくわかんない。だからなんとなくこうそれまであった地名が便利だから、本当に私は便利なのかなと思ってますが、便利だからという理由だけで住居表示変更しますと言って、なんとか何丁目何番地みたいなことにどんどんこう変えられていってしまったっていうのは本当にそれでいいんだろうか。赤坂の1丁目2丁目と言われてもなんとなくピンとこないけども、赤坂見附とかため池とか一月町と言われた方がなんとなくこうあの辺だよねっていうのはよくわかるんじゃないのかなという気がしています。よく最近の台風や大雨で水害が起きています。ところがその水害が起きたところに私防災担当大臣もやってましたし、防衛大臣の時には自衛隊に災害出動してもらったこともたびたびありました。視察に行くとやっぱり場所によっては、いやそれは無理もないよねっていう地域の年配の方がいらっしゃって、あそこは河野さんもともとはなんとかっていう地名で、その地名は要するに水が出るっていう意味の地名だったんだよ。でそれが開発されて美しが原とか緑が丘みたいなことになると、もうその昔からのその地域での記憶というのがなくなってしまって、じゃあそこへ住宅建てよう、家を建てましょう。だけどももともと調べてみると、その大字の地名の言われはそういうことだったっていうのが分かる。そういうことを考えると、地名というのもしっかり本当は残していかなきゃいけない。簡単に住居表示便利だからと言って何丁目にすればいいというものではないんだと思います。そしてもう一つがこの日本人の名前、特に名字です。今デジタル庁でこのいろんなものをデジタル化しなきゃいかん
でそのうちの一つが戸籍のデジタル化というのを、戸籍そのものは法務省の所管ですけども、この戸籍をデジタル化していくということをやらなきゃいけない。あるいはそれぞれの1741の日本の地方自治体のシステムをコンピューターに載せていく、デジタルにしていく、そしてそれをあと数年で政府が提供するクラウドに全部自治体の情報を上げてくださいということをやっています。そうすると今、紙でやっていたものをデジタル化するという作業がいろんなところで進んでいるわけですけども、その中で問題になるのがこの名字の漢字をどうするか。例えば高橋さんと言った時に、高橋の高は普通の高なのか、あるいは俗にはしご高と言われる、こう縦に2本書いて横にピッピッと2本を入れる高橋のはしご高の高なのかこれは明らかに漢字が違うんだ、そういう方がいらっしゃいます。あるいは渡辺さんの鍋、これ何種類あるのか数えたことありませんけども、かなりいろんな鍋の字があります。あるいは斉藤さんの才の字だって、全然違う。で、昔はこんなもの一番簡単なのにすればいいんじゃないのって思ってたこともありましたけども、やっぱりいろんな言われを聞いてみると、それぞれこの斉藤さんはこういう言われがあるからこの才の字、この高橋さんはこういう言われでうちははしご高なんだ、富山さんのあるいは富山さんの富の字の点がある点がない、吉田さんの吉のどっちの棒が長いのか、それはいろんなものがある中で、それを面倒くさいから一つに合わせろというのは、これはかなり乱暴な話だよね。だったらそれを一つずつこの戸籍のその人の名字の字だと言って戸籍をデジタル化するときにデジタル化しようよ、そういう話をしてますが、中には驚くようなことがあります。私、何年か前に法務省の副大臣をやらせていただきました。で、その頃からこの戸籍のコンピューター化、戸籍の文字の電子化をやらなきゃいけない。だけども、そのマイクロソフトのような海外で開発された OS で日本の漢字を扱おうとすると、漢字一つ一つに対応するコードがない。だからどうしてもそのコードに漢字を合わせるっていうことにしなきゃいけない。で、その時に私はいやいや、それは違うだろうと。コンピューターに日本人の名前を合わせるんじゃなくて、日本人の名前にコンピューターを合わせなきゃダメだ。で、当時日本で開発されたトロンという OS がありました。このトロンは日本人の漢字をきちんと丁寧に一つ一つ区別をしてコードを割り振るということができました。だからその欧米から来たマイクロソフトだろうが何だろうが、日本の漢字はこれが日本の漢字だと言ってちゃんとコードの割り当てをもらおうじゃないか、そういう話をしましたら、台湾の方から連絡があって、河野さん、骨という字、日本と台湾で違うのを知ってますか？こう言われました。台湾と日本と骨の字が違うのって言って、よく見ると、この骨の一番上のつく、なんていうんでしょうか、こうの中の骨の字の向きが台湾と日本逆になってる。それまで私そんなこと言われるまで気づきもしなかったんですけども、確かに台湾と日本と、これどっかでお時間あったら調べてみていただきたいと思うんですが、こう向きがちょっと違うんです。この向きが違うのを海外の OS だと一つの漢字にしろ、じゃあ日本の骨なのか台湾の骨なのか、そんな議論がある中で、いやいやこれは2つの別な字だ、そういう議論をしなきゃダメだよね。
っていうことをやって、猛然ととにかくコンピューターに漢字を合わせるんじゃなくて、漢字にコンピューターを合わさせろ、そういう議論をしました。我々中等部生は中等部にいる頃に芥川龍之介の龍の字は普通の龍の字ではないというのを我々の代は習いました。今いろんなネットで芥川龍之介と引くと、難しい龍の字か単純な龍の字かどっちかが出てくることになりますが、実は難しい龍の字の最後3本横線を引くところが芥川龍之介さんの本当の字はちょっと違うとかですね。でそれが残念ながら今コンピューターではハンドリングできないから、芥川龍之介と言って計算をするとその字はほとんど出てこなくなりました。じゃあそれで本当にいいんだろうか。やっぱり合わせるものは合わせてコンピューターに合わせてもらわなきゃいけないよね。柿、食べ物の柿、木になる方の柿ですよね。柿という字があります。それとこけらという字があります。片方は9画、片方は8画です。どっちがどっちか私もしょっちゅうよくわからなくなるんで、どっちがどっちって言いませんけど、柿とこけら字が違うけども、ソフトウェアによってはこれ同じ字として扱ってたりするところがあったりする。それはやっぱり日本の歴史と文化をコンピューターというブルドーザーで押しつぶしちゃってる。だからこれはやっぱりデジタル化するときにもきちんとこの問題はやらなきゃいけないよね。そういうことを法務省の役所の中で私言っておりましたが、ある時女という字の上に長い横棒を書く、長い横棒を書いてその横棒にぶら下がるように女という字を書く、こういう戸籍の字があるということを教えてもらいました。大きな辞書を引いてもその字は出てきません。白川さんだかの作られた漢字の辞典を見ても出てこない。中国の後期辞典のようなものを一生懸命調べても、この長い横棒の下に女って書く字は出てこない。でもそれはどこだったかちょっと場所忘れましたけども、町の戸籍にそういう字が残っている。これなんて読むのって言ったら、やっぱり女と読む、だそうです。女川さんだったかな。で、ご本人は戸籍にはそういうふうに出てるんだけども、どのパソコンでもその字を出せないからしょうがなくて普通の女の字を使ってるんだけど、何か書類を書くときには横棒を入れて、横棒の下に女と書いて、書類を出して、それを市役所で受け取るんだけど、それパソコンに入力できないから女でいいですかと言って女で、代わりにしてパソコンで使っている。ところが日本の国語研というところが、この漢字は一体何なんだろうってずっと調べていったら、驚くべきことが分かった。その町で昔戸籍を何かで移し替えなきゃいけなくなったんで、その戸籍の字を切り取ってそれをどっかに貼り付けてコピーをした。そしたらコピーのその切った線がコピーをしたら薄く浮き出ちゃって、もともとは普通の女という字だったのに、コピーのその線が薄く浮き出たんで、長い横棒の下に女と書く漢字だというふうに役所の人が勘違いをしてそういう字を戸籍に載せた。つまりそんな字なかった。だけどコピーの縁が出ちゃったのを漢字と勘違いして新しい漢字を作って、その町で生まれたその人は自分の漢字は横棒の下に女だと思ってずっと人生生活をして、よくよく調べてみたらそれは間違いでしたということだったということもあるんだそうです。だからこれからいろんなものを残していくときに、面倒くさいから統一をしちゃいけないものと、やっぱり便利にするためにはやめなきゃいけないものっていうものの種別をきちんとする。
これまで長々と受け継いできたものは面倒くさいかもしれないけども、それは日本の歴史や文化としてちゃんと後世に残していかなきゃいけない、そういうことを考える。その一方で捨てなきゃいけないものもたくさんあるよね。その一つが例のハンコです。一生懸命皆さんにハンコを押してもらうけども、そもそも認め印っていうのはどっかそこらでコンビニで買ってこれる。その3問版を誰が押してるかはハンコを押してもらったからといって分かるものではありません。だから河野太郎と署名があるか、河野太郎という署名の次にハンコを押してるか、これは本人を確認するという意味では全く違いがない。ただただハンコを押す手間がかかって面倒くさいだけだったら、それはやめようよ。そういうことを進めていかないといけないんだと思います。日本は1990年が赤字国債を出さずに予算を組むことができた。バランスした均衡予算を組むことができた最後の年は1990年。当時の予算66兆円でした。今それから32年経って2012年、コロナの予備費を除いて日本の国の予算102兆円です。32年間で日本の予算は36兆円増えました。36兆円増えたんですけども、この増えた36